アシュ、シュビーの伝承、アブー、ジュハイファは言った。私はアリに尋ねた。あなたはクルアーン以外に預言者に掲示された書物を持っていますか？アリは答えた。いいえ、アッラーの書物、または、アッラーがムスリムに授けた理解力、または、私にある、この紙に書かれていること以外は、アブー、ジュハイファは言った。私は尋ねた。この紙に書かれていることは何か？アリは答えた。それは、殺人者が被害者の親族に支払うディアチの代償、捕虜を敵の手から解放するための身代金、そして不信心者を殺害したイスラム教徒は、キサス罰の平等で殺されてはならないという法律について扱っている。サヒーフ、アル、ブハーリー111、ハディースの説明、預言者、彼に神の祝福と平安あれは死ぬ前に、いとこのアリー、ブン、アビー、ターリブ、彼に神のご加護あれに秘密の知識を記した遺言を残したと考える人もいました。このハディースで、アリー彼に神のご加護あれは、クルアーンとスンナ、そして神が理解と知識を与えた人々にイスラム教徒に与えられるクルアーン理解以外は何も残さなかったため、これらすべてが現実に反していると説明しています。彼は神の書を暗記した後、理解を別のレベルに引き上げました。なぜなら、それを理解することで、その意味と判決が明らかになり、スンナを理解してその判決を導き出すことはコーランにつながるからです。彼の言葉、それはあるイスラム教徒によって彼に与えられたのは、この理解が特定の誰かに特定されたものではなく、誰かによって独占されているわけでもなく、むしろすべてのイスラム教徒にとって絶対的なものであり、全能の神からの勝利であるということを明確にしています。それは、神の思考なるお言葉にある通りです。それで私たちはソロモンにそれを理解させたあるアンビヤ書79。理解は神がそのしもべの一人に開く祝福であり恩恵です。それから、あり神のご加護がありますようには、巻物に関するいくつかの問題を抱えていると言いました。巻物とは、どのような種類のものであれ、書かれた紙のことです。角、ヤシの葉、または類似のものから作られ、そこには預言者、彼に神の祝福と平安あれが彼に指定しなかったが、他の人々も知っていたという法的判決が含まれています。預言者、彼に神の祝福と平安あれは、神の宗教から人々に対して何も隠さず、彼の家族の何人かにそれを指定しました。それは、血の代金と血の代金の問題であり、これは殺人者の家族、親族が殺害された人の家族に支払う法律で定められた金額であり、血の代金と呼ばれています。なぜなら、彼らはラクダを縛る権利のある人の家の中庭につないでいたからです。そして、それは彼らの最低、量、種類、派を意味します。そして、捕虜を解放する問題、そしてそれが意味するのは、イスラム教徒の捕虜です。金銭的であろうとなかろうと、あらゆる手段を使って彼を解放し、捕虜から解放するよう努める必要がある。イスラム教徒が異教徒のせいで殺されない、という問題は、信者が戦闘で異教徒を殺した場合、契約と保護を受けている異教徒の一人を除いて、信者に対する報復はないということである。いくつかの伝承には、これらの問題や命令以上のものが含まれています。このハディースは、預言者、神の祝福と平安あれが、知識の秘密、その原理、目に見えないものの知識を、他の誰にも教えない限り、あり神のご満悦あれに託したという、ラフィダ派とシーア派の捏造を反駁しています。また、神の書が知識の源であり、理解はそこから、そして神の書を説明する神の使徒のハディースから来ると述べています。また、学者が独自の理解に基づいて、注釈者から伝えられたものではなく、イスラム法の原則に準拠しているという条件で、コーランから抽出できるという指針も提供しています。第2に、イスラム教徒と条約を結んでいる異教徒を殺害したイスラム教徒に対する罰を説明し、それらの疑問に答えます。アフマド、アルナサイ、イブン、マジャの伝承、信者の血は平等であり、信者は自分以外の者に対して片手ずつであり、最も下等な者には彼らを守る責任がある。気をつけなさい。信者は不信者のために殺されるべきではないし、契約者は契約のために殺されるべきでもない。イスラム教徒の殺人犯は罪を免れることができるだろうか。答えは、彼はその行為から逃れることはできないが、死刑以外の罰を受けるだろうということだ。イマームは、それが彼や他の人々に対する抑止力、例えば投獄や鞭打ちなどの懲罰であると考えている。死者の血税も相続人に支払われなければならない。これはこの世のことです。来世に関しては、質問者が言及した説が示すように、不当に魂を殺すことは大きな罪です。魂のためでもなく、国で行われた腐敗のためでもないのに魂を殺す者は、人類全体を殺したのと同じである。
そして命を救う者は人類全体を救ったのと同じである。マイドゥ章32節。アッターの死と彼にアッターからの祝福と平安あれはこう言いました。我々と条約を結んだ者を殺す者は天国の香りを嗅ぐことはないだろう。たとえその香りが40年離れたところからでも嗅ぐことができるとしても、アルブハーリーらによって伝えられた。